にちは。こんばんは。すももです。今回は耳のオイルマッサージをしながら雑談をしたいと思います。早速ね、耳にオイルをつけていきますね。耳裏にもたっぷりつけますよ。で、雑談の内容についてなんですけど、さらっと聞き流していただけるような、どうでもいいような話をしようかなと思っています。何について話すかというと、まず今後投稿する動画の内容についてと、あとマイブームと、あと MBTI 診断についてお話ししようかなと思っています。ひたすらこうやって耳マッサージをしながら雑談しますね。で、いつもとは違っていつもはね、ささやきで話してるんですけど、今日は地声に近い小声でお話ししようかなと思います。じゃあまず最初は、今後 YouTube に投稿する動画についてなんですけど、基本的に3種類の動画を投稿していこうかなと思っています。その3種類っていうのは、耳マッサージとマウスサウンド、そして初期はしてこなかったんですけど、耳かきもね、その今後投稿する動画の3種類の一つに入れたいなと思っています。今まではどっちかといえば自分が撮りたい動画、自分がその時にハマってた音の動画を出してたんです。なんですけど、今後は自分の撮りたい動画かつ皆さんが見たいと思っていただけてるんじゃないかなという2つの条件どっちとも満たす動画をできるだけ上げていきたいなって思ってます。それがなんでかっていうと、数週間前に虫ガキの咀嚼音動画を投稿したんですよ、 YouTube にね。虫ガキとか生ガキの咀嚼音がすごく好きで、あと牡蠣を食べること自体も好きなので、せっかく牡蠣買ったから咀嚼音投稿したいなと思ってね、投稿したんですけど、虫ガキの咀嚼音動画を投稿したら1日経たないぐらい、半日ぐらいで登録者数が10人ぐらいね、減っちゃって、でその牡蠣の咀嚼音動画が苦手な方がね、登録を解除されたんだと思うんですけど、なんとなくね、想像はついてたんですよね。牡蠣苦手な方もいるだろうなって。でも自分の出したいっていうのを優先してしまって出したら、登録者数がガクッといっちゃったと。
その結果を受けて、今後はチャンネル登録してくださっている方が苦手かもしれないなと思う動画は極力出さないようにしようかなと思って、皆さんに見てみたいと思ってもらえてるような内容をできるだけ出していこうかなっていう風に方針をね転換しました。そのイメージとしては、今まではあんまり本当に出したい動画メインで出してたんですけど、今後は癒しと、あとゾワゾワを感じていただける内容をメインに出したいなと思っています。耳マッサージのね、マウスサウンドは結構初期の頃からずっと出しているので、私のチャンネル登録してくださってる方は耳マッサージとマウスサウンドが好きな方多いんじゃないかなと思うんですけど、当初ね、耳かきはね投稿してなかったんですよね。私自身ね、耳かきの音があんまり得意じゃなくて、ちょっとこう聞くとなんか嫌な意味で鳥肌が立っちゃうような感じだったんですよね、昔は。で、得意じゃないから投稿してなかったんですけど、最近はその鳥肌が立たない優しめの耳かきだったら自分は好きだなっていうのに気づいて、その耳かきがちょっと苦手だなっていう方でも心地よくなってもらえるような圧を感じる耳かきをね、最近は出してます。この中でその耳かき苦手だから耳かきは効かないって思われてる方いらっしゃるかもしれないんですけど、よかったらね、耳かきちょっと一回聞いてみてほしいです、私の耳かきを。続いてはマイブームを話そうと思います。で、ここまで話してもしかしたらね気づかれた方もいるかもしれないんですけど、私話すのほんと下手くそでサラサラサラーって話せないんですよね。途切れ途切れになっちゃうんですよね。もし聞き取りづらかったらごめんなさい。できるだけサラサラつまらないように話すようにします。続いてマイブームなんですけど、マイブームは何個かあって、一つ目がね、スタバの期間限定のドリンクを飲むことです。スタバ人気だから期間限定のドリンクはねだいたい飲むよって方も多いかもしれないんですけど、私もね昔大学生ぐらいの時はスタバの期間限定ほとんど飲んでたんですよ。なんだけどここ最近2年ぐらい1年前ぐらいまでは期間限定のドリンクがちょっと甘すぎてね飲めなくなっちゃって飲んでなかったんですよね。期間限定のドリンク出てもきっと甘いんやろうなと思って飲んでこなかったんですけど、だんだんね年取ると今年を重ねるにつれて甘いのが重たくなっちゃって、学生の時はね甘いの飲めてたんだけど、だんだん甘いのが無理になっちゃったんですよね。で飲んでなかったんだけど、数ヶ月前に出た
ミルフィーユキャラメルフラペチーノ、今はないんですけど、数ヶ月前にミルフィーユキャラメルフラペチーノが出てて、私ミルフィーユもキャラメルもどっちも好きだから、試しにね、甘いだろうなって甘いずつ飲んでみたんですよね。そしたらそれがすっごい美味しくて、甘いんだけどすっごい美味しかったで、結局そのミルフィーユフラペチーノ、キャラメルフラペチーノは2杯飲んだかな。でその後出たアールグレイと蜂蜜のラテも飲んだし、あとチョコレートのホットのフラペチーノも飲んだし、またスタバの期間限定を飲むブームっていうのがね、自分の中で再燃してます。で、マイブーム2つ目は節約することです。私ね、ちょっと恥ずかしいことなんですけどね、金銭感覚がちょっとおかしくて、なんかこう収入そんな多くないのに高いものを買っちゃうっていうところがあったんです、今まで。なんか自分の収入に見合ってないものをよく買ってたんですね。でもそろそろちょっとやばいなということで、支出の見直しをねして極力お金を使わないように最近してます。服もほとんど買わないし、シャンプーも安いのに買えたし、あと食費もできるだけお菓子とかそういう余計なものは買わないようにしたり、スタバ以外の外食はしないようにしてます。でね、さっき食費をね節約してるって言ったんですけどね、節約とはあまり関係ないんですけど、大体ね毎週同じものを買うんですよね。で特に本当に毎週買うものっていうのが小松菜とね、青ネギと鮭とサバとキムチですね。他にも買うものはあるんですけど、今言った5つはほぼ必ず買います。で、青ネギを買うのは私すごく麺類が好きで、うどんとかあと辛ラーメンがね好きなので、青ネギはその汁物の麺の時に入れて食べてます。で、魚、さっき言った鮭とサバは健康のために食べてて、サバはね有名ですけどオメガ3の脂肪酸が豊富だから不足しがちなオメガ3の脂肪酸を取るために食べてます。で、鮭はちょっと細かいことは忘れちゃったんですけどね、腸で作られる幸せホルモンっていうのがあるんですけど、その幸せホルモンを作るのに鮭に含まれている栄養素が必要みたいなことをね、ネットの記事で読んだことがあって、で、鮭はよく食べてます。メンタルの安定のために食べて
てます。でこの小松菜も私ちょっと記憶力良くないんであんま覚えてないんですけど、なんか野菜にしてはなんかの栄養素が多かったんですよ。鉄だったかな、鉄とかカルシウムかなんかが多かって小松菜も安いしっていうことで食べてます。本当はもっとねいろいろサジーっていうドリンク飲んだりとかしたいんですけど、ただ他にもブルーベリーとかね毎日食べたりしたいんですけどね、もうなんせ高いからね節約のために諦めないといけないところもあるなと感じてます。で続いてマイブームの3つ目は可愛いキャラクターの声真似をすることですね。半年前ぐらいからコウベンちゃんの声真似にハマってて、で1年ぐらい前からカービィの声真似にハマってるんですよ。正直その似てはないんですけど自己満で声真似をよくしてます。カービィとコウベンちゃんのぬいぐるみがねお家にあるので、コウベンちゃんのぬいぐるみとかカービィのぬいぐるみを動かしながら声真似するとぬいぐるみが喋ってるみたいな感覚になれてすっごい癒されるんですよ。例えばちょっと寝坊しちゃった時、ほんまは休日に本当は9時ぐらいに起きたかったのに気づいたら11時だったみたいな時にちょっとなれるなぁと思うんですけど、コウベンちゃんのぬいぐるみを自分で動かしてこうやって「ももちゃん大丈夫だよ、まだ今日は何時間あるから今から起きて頑張ったら大丈夫だよ」みたいな感じでそのぬいぐるみと会話するとね頑張ろうって思えるから、自分の声真似と会話をしてるっていう感じですね。ちょっとやばいやつかもしれないな。ちょっと旗から見たらね変かなと思うんですけど、癒されるからね、皆さんもよかったらやってみてください。ただねコウペンちゃんの声はね何回聞いてもすぐに忘れちゃうんですよ。結構私の声質と全然違うから結構喉をすっごい絞って無理しないと出せないんですよね。でこうパッと出したコウペンちゃんの声真似はいつも違った感じになるから、どんな声だったっけなと思って YouTube でコウペンちゃん声って調べて、でコウペンちゃんの声を聞いて本当の声を聞いてで練習してっていうのもよくやってますね。で最後に MBTI 診断のことをお話ししますね。MBTI 診断もしかしたら知らない方もいるかもしれないんですけど、16種類の性格からその自分の性格のタイプを診断できるっていう診断ですね。 MBTI 診断っていうのは
基本的に4つのアルファベットで表されるんですよ。私は INFP っていうタイプです。で、もうちょっと細かく言うと INFP T って言って、最後には T か A かどっちかがつくんですけど、 T がちょっと神経質な感じで、 A が神経質、原稿がちょっと薄いっていう意味になります。私はちょっと神経質な T ですね。で INFPT っていうのがどんな性格かっていうと、いいところを言うと、共感力が高いところだったか、他に何かあったかな。ちょっと理想を追い求めれるところかな。INFP の悪いところは、さっき言った理想を追い求めるところはいいところでもあるかなと思うんですけど、理想を追い求めすぎて現実とのギャップにしんどくなっちゃうっていうところもあります。で、他にはね、どんな特徴があるかっていうと、ちょっと生きづらさを感じやすいとか、MBTI 診断が好きとか、MBTI 診断とかそういう性格診断が好きとか、あと浪費家とかね、妄想癖があるとかそんな特徴があります。正直全部当たってて、私がその結果を見て思ったのが、妄想癖があるって私だけじゃないんだなと思って、さっき言ったそのコーペンちゃんとかカービィと会話するのも、私の頭の中でね、ストーリーが繰り広げられてるんですよね。すっごい妄想癖があるんですよ、私ね。例えばその職場のちゃんと聞いとかないといけない会議中とか、出地しないといけない会議中とかもね、ふわーって頭の中に妄想が広がっちゃってね、いろいろ考えちゃうんですよ。集中しないといけないのになとか。私の職場はちょっとクレーマーがね結構来る職場なんですけど、そのクレーマーもいろんな方たちがいて、例えばね、すっごい理不尽なことをね言われる方もいるんですよ。でもちょっと聞いててね、ムカムカムカってくるようなクレーマーの方もいてね、でもそういう理不尽なことを言う方って本当に口が達者だから、こっちはもうどう頑張っても勝てないんですよ。もうほんと上げ足取ってくるし、めちゃくちゃなこと言ってくるんだけど、なんか言い返せないっていう感じ。ちょっと頭がいいんだとは思うんだけど、でその言い返せない感じとかにもちょっとムカムカってしちゃうんですよね。だからそのクレーマーが来た時に頭の中で、どうやったらクレーマーをギャフンと言わせてやれるんやろうなと考えたりしてますね。例えばそのクレーマーが勤めてる会社の大口の取引相手が私で、私がその取引をやめますって言ったら、その会社結構やばいことになると、そこでこうちょっと下ろしてみるとか、そのまま無茶なクレーマーばっか言うんだったら取引やめますよって戻してみたら、ちょっとギャフンと言わせれるのかなとか、そういうしょうもないことをね想像してます。
そんな感じでね、口には出さないんだけど頭の中でいろんな妄想をね繰り広げてますね。ただ妄想しすぎるのも良くないなと思ってて、ちょっと心の中を静かに保つように最近は気をつけてます。で、話がちょっとそれちゃったんですけど、 MBTI 診断の INFP で芸能人でいうと俳優の山田裕貴さんもね、ご自身 INFP ってツイッターで言われてて、ご自身が言われてて、なんかね INFP で検索したら、ツイッターでね検索したら山田裕貴さんのそのツイートが出てきたんですよ。で、山田裕貴さん INFP なんだなってその時は思っただけなんですけど、たまたまテレビ見てたら山田裕貴さんが出てて、マネージャーか誰かからのタレコミで山田裕貴さんは移動の車とかに乗ったり一人になった途端に変な声を出すって言われてて、で実際にその変な声出すっていうのは本当にするらしいんですよね。例えば車に乗った時にちょっとしんどい仕事の後とかだったらぽよぽよって言ったりするんだって。でも私もめっちゃそれするから一緒だなって思いました。仕事疲れたなって思いながら車に乗ってドアをバタンって閉めてぽよぽよ言う時もあるし、すっごい低い声って出す時もあるし、INFP の方だけがするわけじゃないと思うんだけど、結構そういう性格診断の結果で同じタイプだと意外な共通点がねあったりして面白いのかなと思いました。そう車に乗って変な声出すのもさ、なかなか皆さん他の人してると思わなかったから、一緒の人がいてねちょっとびっくりしました。ちょっとあんまり話にまとまりがなくて伝わってるか不安なんですけど、寝落ちとしてなんとなく聞き流してもらえてたらいいなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。最後なんですけどね、私たまにインスタグラムで例えば耳マッサージだったらどんな耳マッサージが聞きたいですかみたいな質問をねフォロワーさんに投げかけたりしてるので、よかったらインスタグラムフォローしてもらえると嬉しいです。最近またねツイッターも始めたので、よかったらツイッターもフォローしてもらえると嬉しいです。それではちょっと服が変で申し訳ないんですが、